皆さんこんにちは。7月21日木曜日といえばスペイン語でホエベス、曜日をまだ覚えてない方はこれを機会に覚えていきましょうか。木曜日はホエベス、 JU から始まります。ホはね、で日本人が日本人的に発音しますと普通フエベスってなっちゃうんです。そのフがね聞こえないんです、ちっちゃくて。でスペイン人の発音するそのうという母音で終わる音っていうのは、うっていうのはもう唇ちょっと出してね、うって強く発音しますから、日本人風にフエベスって入れてしまうと最初にフが聞こえないんですね。ということでスペイン語ではホエベス、口をこう尖らしてホエベスと、そんな感じで発音してください。いつものようにマドリードの SNJ 日生文化協会メンバーズハウスよりお伝えします。現在の時間、スペイン時間で朝の9時51分、外のお天気は今日も晴れてばっかりです。気温がですね、外は28度、湿度 20% 未満。私がいるこの部屋の中の温度が29度、湿度 30%。今ちょっとお出かけして帰ってきたところということもありまして、ちょっと暑いです。はい、それでは今日はスペインのニュースではなくて、写真で旅するスペイン、秘本編ですね。その続きをお伝えします。今日も私の目の前にノート型パソコンを持ってきていますので、いつものようにこちらを向いて話すのではなくて正面を向いてお話ししますが、どうしても私の視線はノート型パソコンの画面の方にこう下へ落ちます。できるだけね上の方を向いてお話ししたいと思いますが、写真を見ている時には視線が下の方を向きますが、ご了承ください。ということで今までのその秘本の旅のね続きをお伝えしますが、1枚目は今まで前回までねどこまで見たかっていうのを思い出していただくために、またその見慣れた海の風景ですね、サンペドロ教会を見ながら、海がその干潮時が終わって満潮時となって水がこう増してきて、砂浜がなくなってしまった、そういうところから再開です。1枚目は、それを思い出していただくための、写真から開始して2枚目いきますよ。2枚目、この2枚目のね写真で見えてるこの、入っているところっていうのは、干潮時には完全に全部砂浜だったんですが、その砂浜が海の水に覆われてしまってほとんどなくなってしまったところ、この写真の右端の方、砂浜がなくなって階段でねその道路の高さの方へこう避難していく人々が見えています。はい、次いきますよ。この辺りの3枚目のねこの海の写真見てますと、そんなに人もいなくって空いてるじゃないかっていうそんな印象を受けますが、そうじゃないんですよね。次の写真へ移ります。これはあれですね、サーフィン教室って言いますか、そういう、学校の授業みたいな感じですね。子どもたちを連れてる、これ引率の先生でしょうか。ちょっと望遠レンズで撮らせていただきました。さらに進みますと、海の水が満潮で増してきて砂浜がどんどん消えていって、残された砂浜の面積は相当狭くなってます。でそういうところに人々がこう集まってきてるんですよね。ですからその長い本来砂浜だったんですが、それがものすごく短くなってますから、ものすごく砂浜を見ると混んでるような、イメージ、これを受けますね。はい、さらに進んでいきます。ここでですねちょっとこうやっぱり注意を引くのがこのテントでしょうか。そのパラソルだけではなくって貸し出しテント、個人的に持ってきて、設置するテントではなくって、もうすでにここにもうずっと設置したまんま置いてあるんですね。でこのテントを希望者がお金を払って借りるんだと思いますが、それが例えば1時間単位になっていたのか半日単位になっているのか、その料金がいくらぐらいだったのかっていうのはちょっと私もこの時には、調べることなく終わりましたが、こういうテントがね、貸し出しされています。次の写真で見ると、このテントがずらーっとね、結構な数並んでいるのがお分かりいただけると思います。パラソルに比べれば多少こう
周囲からね見られなくなるスペースもありますから、ちょっとこうプライバシーが守れる、そんな感じですね。ということで、にぎわっている浜、スペイン語でプラジャでしたね。プラジャを、何枚かご覧いただいたところで、一旦海を離れます。次の写真、はい、この海のプラジャのすぐそばにあるイサベル・ラ・カトリカ公園に入りました。大きな公園です。この公園の写真、1枚目の写真で、右側の方に、ちょっとしか見えてませんが、芝にね寝そべっている方々、これ日光浴している方が何人か1人2人見えてますけども、プラジャに行ってね日光浴している方もいれば、この公園の方、こちらの方が静かですから、こちらのね芝で、森林浴のような感じでたくさん木もありますから、そういったのを楽しみながら静かに日光浴している方も、そこそこいらっしゃいます。日光浴というとまさにこう太陽の紫外線をね浴びるわけですが、もう何年も前から日本ではそれを避ける人が増えてきてるんじゃないかと思いますが、スペインではどうか。さっきの、プラジャ浜を見ていてもね、たくさんの方々にぎわっているのがよく分かりましたが、日本に比べれば今でも太陽大好きです。紫外線なんて全然気にしてない方がたくさんいて、どんどん日光浴を楽しんでますが、じゃあ、それがスペインの一般大衆の雰囲気であって、太陽の捉え方であって、じゃあスペインの医療関係者はどう思って見てるかというと、やっぱり日本と同じでダメですよと、太陽に当たっちゃダメですよ、昔と違って今の太陽変わってきてますよということを一生懸命こう声を大にして言ってるんですけど、スペイン社会ではその感覚があんまり浸透していません。これは私の個人的な話ですが、何らかの理由で私がたまに血液検査をするとビタミン D、ABCD の D ですね、スペイン語でビタミナ Dがいつも少ないんです。で医者から「お前マドリードみたいなこんな太陽のねいつでもこうさんさんと輝いてるこの町に住んでて、なんでビタミン D が少ないんだ」お前ちゃんと外出してるかってよく言われるんですけども、いやあんまり外出してないかもわからない。仕事の時にね皆さんと一緒に旅に出ることがあっても、普段メンバーサーズにこもってることが多いですから、あんまり太陽に当たってないかもわからない。太陽に当たんないとダメだぞと、昔そういう医者がいたんですけども、最近の医者はね、だけどビタミン D を、作るために太陽に当たるよりも、太陽に当たることによって強烈な紫外線を浴びて、皮膚がんになるそのリスクを背負うことの方が何て言うんでしょう、深刻に考える必要がある。ビタミン D は足らなくてもいいから、日中の太陽には当たらないで済むんだったらその方がいい、そんなふうにね1年ぐらい前にね医者に言われました。医者はまた一般大衆とは違った考え方をしているようです。はい、次の写真に行きますと、さっきの写真でねこの公園に入った時に、この公園の名前がイサベル・ラ・カトリカ公園というそういう名前だとちらっと言いましたが、そのイサベル・ラ・カトリカっていうのがですね、この写真で見られる白い石像ですね、像が立ってますが、この人の呼び名なんです。イサベルっていうのが正確には名前ですね。ラ・カトリカっていうのはザ・カトリックの、そんな感じです。ザ・カトリックの、イサベル、カトリックのというね、定冠詞ザまでつけてカトリックのイサベルなんて呼ばれてる人は、本当にスペイン人は誰でもよく知ってるね歴史的な人物でもこの人しかいないわけですが、そのカトリックの王様というふうに呼ばれてる人が2人いましてね、それが女性である、イサベル・ラ・カトリカと、彼女の旦那さんであったフェルナンド・エル・カトリコ。やっぱりその男性系でザ・カトリックのっていうふうにエル・カトリコっていうね、そういうものが名前の後ろに付けられてるんですけども、このカトリックの2人の王様、日本語でよくカトリック両王、両手両足の両っていう字ね、カトリック両王とこういうふうに訳してますけども、カトリックという称号をもらったこの2人の王様、つまりそのカトリックを代表するそんな称号を与えられる人っていうのはローマ教皇しかいないわけですけども、ローマ教皇からそういった称号をいただいたこの2人の王様っていうのは、スペインの歴史上ね非常に有名な王様で、昔711年に南のジブラルタル海峡を渡ってたくさんの
イスラムの軍勢が侵略にやってきた。その時に、スペインで始まった国土回復運動ね、その国土回復運動を最初に始めた王様ドン・ペラジョっていう人の像がこのヒホンの町にあったのも、このヒホン編の写真で旅するスペインを始めた最初の頃にね、その銅像をご覧いただきましたが、その国土回復運動を最初に始めたそのドン・ペラジョの像がこの町にあり、そしてその国土回復運動を終わらせた王様イサベル女王の像がここにあるわけです。終わらせたっていうのは1490年にこのイサベル女王、そしてその旦那さんフェルナンド王、この2人の王様の時代に、皆さんがよくご存知のアルハンブラ宮殿を落としたわけですね。でそれでもってこのイベリア半島に残っていたイスラムの、最後のその勢力を駆逐したって言いますか、やっつけたっていうか、そこでその国土回復運動が終了して、イベリア半島全体をカトリック教によるその何て言うんでしょう、勢力圏、カトリックによる統一を行った。国としての統一がしっかりとしていくんだが、先の話でもそのカトリックによる統一を行ったということが、高く評価されてね、でこれを成し遂げたこの2人の王様にローマ教皇から「あなた方はカトリックの王様である」ということで、カトリック女王というそういった称号が授けられたわけです。このイサベル女王、カトリックの女王様と呼ばれている彼女の銅像がこの公園の中に置かれて、そして彼女の名前がこの公園の名前となっています。はい、次の写真に行きますと、公園の中をね少しご覧いただきますが、ちょっと錯誤した感じになってますが、その中に、大きなダチョウがね、見えています。お父さんと小さいお子さんがね、そういったのを見ながら、お散歩してる感じ。ちょっとこの公園の中は動物園っぽい雰囲気がね、って言っても動物がいるっていうか、みんなその鳥類っていうんですか、鳥たちですけどね。次の写真進んでいます。ダチョウがよりよく見えてますが、全ての鳥がこんな風にその檻に囲まれているところに入っているわけじゃありません。そういうところもあるというだけですね。はい、さらに進んでいきますと、これね、その大きな池があるんですけども、そこに全く自由にその鳥たちが出入りできるんですけども、綺麗なその黒い白鳥みたいなやつ、黒鳥っていうんですかね、がいたんですが、そのうちのね1羽がなんか変だったんです。動きがね、なんかもう一生懸命首をこう動かしてね、何かやってるんですよ。それでカメラのそのズームレンズで何やってるのかって見てみると、その時に撮った写真がこれです。その最大ズームで、動くやつ撮ってますから、あまり鮮明には撮れてませんが、この黒鳥の赤いくちばしの先に何かついてるのが見えると思うんですけども、ビニール袋が引っかかっちゃってるんですね。そのビニール袋が引っかかって、それがどうやっても取れないんですよ。もう何度も水にチャプチャプしてね、こうつけてね、なんとか取ろうとしてるんですが、なぜ、手がないですからね、これ取れないですよ。でそれを見ていて、そのうち餌も食べられないしね、これじゃ死んじゃうんじゃないかなと思って、その公園の中を掃除してる人とか、そういうその公園の維持してる方々、そのね従業員いないかなと思って探したんですけど、一人も見当たらない。広い公園なのに一人もいないんですよね。働いてる時間帯があるんでしょうけどね。で仕方がないから、その池の横にあったバルがあったんでね、そのバルに行って、バルのお兄ちゃんにちょっと大変だぞってカメラ持って行ってね、カメラのその画面モニターで映してね、ちょっとこれ見てみろって、黒鳥これ死ぬぞほっといたら、でお兄ちゃんが本当だ、これは何とかしないといけないなって私と一緒にねやってきて、でその公園のその管理する人たちが使ってる小屋みたいなのがあって、そこに行って誰かいないか探したんですけど、やっぱりいないんですよね。で結局そこに連絡先も書いてないし、どうしようもなくって、この時が週末だったのかちょっと忘れましたけど、そうすると市役所とか区役所に電話しても繋がらないでしょ。結局なすすべなくて、何もしてあげられなかった。そのままもうね置いていくしかなかったというね、そういう事件です。無事助かってればいいんですけどね。はい、次の写真、また可愛い鳥がいますね。残念ながら私は鳥の専門家じゃないんで、なんていう鳥かちょっとわからないです。次の写真、その池ですね。
池にはもう池に浸かるようにこう茂ってる木もありましたし、いろんな鳥がねここで定住してるのが、あるいは空からどんどん新しい鳥が飛んできてましたし、ここから飛んでいってましたから、自由に出入りしてる鳥たちがねいっぱいいました。はい、次の写真、これもちょっと変わった鳥ですよね。左下に座ってるこの鳥の顔なんか見てると、なんか恐竜みたいな顔してますけど、可愛い恐竜みたいな、首長獣みたいな顔してますけど、はい、さらに進んでいきます。なんか今日は鳥シリーズになってますね。泳いでいる鳥がいて、はい、またさらに次のこれ白い2羽のこの鳥の姿ってちょっとこうサギを思い出しますよね。シロサギの類かもしれませんね。はい、そして次これカモとかアヒルですか。いろんなね鳥を楽しむことができます。そしてその次ここにもたくさん集まってます。さらに進みますと、これちょうど飛んできた鳥ですね。この池の方に飛んできた鳥、これもこう下から見上げると羽がちょっとこう透けて見えてね綺麗だったんで、思わずシャッターを切りました。そして次の写真で、公園を出る前に公園を振り返って1枚撮って、この公園、イサベル・ラ・カトリカ、カトリックのイサベルというね女王様の名前がついている公園を後にしました。公園の中を随分歩いたので喉も渇きましたから、何をしたかというと、海辺に戻ってきたところでバルのテラス席について冷たいビールを一杯頼んだところです。でそこでビールを飲みながら、人間ウォッチングといいますかね、通る人々を眺めつつ、手元にカメラがあるとついついこう撮っちゃうんですね。で、今から何枚かご覧いただく写真は、そのビールを飲みながらなんとなくこう暇つぶしに道行く人を撮った写真ですけども、その我々が座っていたテラスがあって、そしてその目の前にかなり幅の広い道路がありまして、その道路を挟んでその対面反対側、道路の反対側、その反対側にある歩道があって、その向こうに海があるんですよね。その道路を挟んで反対側の人々を撮ってますから、捉えてる方々は私のカメラを気にされてるわけではなく、かなり広い通りですから、わからないところから私がそのズームレンズを使って撮らせていただいた写真が何枚か今から出てきますが、今ご覧いただいている1枚目、これは普通に自転車を乗ってるね女性が通りかかったところをパチッと撮っていました。そしてそこをどんどん歩道を行く自転車も通れば、車道を行く車やバイクも通るので、なんとなくシャッターを切り始めまして、次の写真、バイクで2人乗りする人、これをちょっと流し撮りっていう形でね撮っていました。流し撮りってのはどういうことかって言いますと、カメラをねなさってる方はご存知だと思いますが、その速い速度で動いているもの、こういうバイクとか自転車とか鳥とかね、そういったものをシャッタースピードを速くしてパチンと止まったように撮るんじゃなくって、シャッタースピードはあんまり速くしないで、速いものは普通に撮ったらブレてしまう、動いてしまう、その程度のシャッタースピードにしといて、そのバイクならバイクを狙ったらバイクが動くその速さに合わせて同じようにカメラをビュッとこう流しながら、シャッターを押すと同時に流しながら撮るんです。そうするとそのバイクとカメラがもしも同じ速さで動いたとしたら、カメラは動いたら普通は物はブレて手ブレして撮れるのに、同じ方向に同じ速度で動いたとすればバイクはピタッとほぼ止まって撮れて、そのバックだけがカメラを動かした分ビューッと流れて撮れるんですね。それをちょっと1枚目やってみましたが、バイクはなんとなく撮れてますが、ちょっとやっぱりボケてる感じね。で後ろの方はギュッとこう動いてます。次の写真、自転車で行く女性、これ結構よく撮れてるんじゃないかと自分では満足しないんですけどね、素敵な感じで撮れてると思います。自転車もちょっとこうダブっていて、ものすごく速い速度で動いてるように撮れてますし、でもこの女性は綺麗にバチッとね撮れてますしね。そしてもう1枚だけバイクの流し撮り、1枚目のバイクはあまり綺麗に撮れなかったので、もう1回挑戦していました。これはバイクは綺麗にね
撮れていて、で後ろは流れていて、スピード感スピード感ありますよね。たださっきの自転車ほどはそのバイクそのものが綺麗に止まりすぎていて、バックだけスピード感あるんですけど、バイクに関してはあんまりスピード感がね、さっきの自転車が一番良かったんじゃないでしょうかね。自己満足のお話ですそして次の写真、これも同じテラスから撮ってますが、その海沿いのその歩行者道路に、人々がねその散歩中に一服できるように、ちょっと上にこう太陽を遮るものが出て、その下にベンチが置かれていると、そういうところなんですね。そういうところで日陰になったところで休んでいる方々を後ろからちょっと撮らせていただきました。はい、そして次の写真、完全に海辺へとビールを飲んで、ビール代ちゃんと払って、その広い通りを渡って海辺の方へと戻ってきました。浜の様子、わざと逆光で捉えてます。順光で撮った時とはちょっと色合いがね綺麗には出ていませんが、でもちょっとこう眩しい太陽が、ギラギラと照ってんだなっていう、そういう雰囲気がね味わえる写真だと思います。次の写真どうでしょう。なんか日本にもいそうな悪ガキどもが遊んでるっていう感じのね、3人の子たち、私がカメラを向けるともうすぐにこっち向いてカメラ用のポーズを撮ってくれました。はい、そしてさらに進みますと、またこれねわざと逆光で撮ってるんですが、これ手前から前方海の方へ向けて川が流れ出てるところ、河口です。河口の写真です。川がここから海に、入ってるんですね。この河口をずっと歩いてきますとね、やっぱり河口っていろんな魚がいるんですけど、ボラがものすごい数いましたね。ボラだらけでした。はい、そして次の写真で今日は最後の写真になりますが、この辺りがちょっと岩場が始まるところですね。岩場が始まるところ、この写真で前方遠くの方に、さっきまでご覧いただいていたプラジャ浜が見えてますが、ちょっと違う方向へと進みつつあります。ここから、少し岩場が始まって、今まで何度か最初にビーチをご覧いただいた時に、そのビーチの向こうの方までこうずっとねビーチがこうずっとつながっている、そのあっちの方までそのうち歩いていけますから、今度あちらからこの教会があるこちら側を見たような、そういったね写真もご覧いただけると思いますというふうにねお伝えしていましたが、今からそちらの教会があった方が遠い目になるっていうね、その反対側の海岸線ずっとお散歩を始めますから、次回はそちらから撮ったね写真を、お楽しみいただけると思います。はい、ということで、写真で旅するスペイン秘宝編、今日はここまでです。また続きは次回お伝えしたいと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。